やっほー。ちょっと待って。あれRespects me and doesn't keep trying me. Never again, that was a lesson. Never again, I said that lesson. Lack of understanding and patience for communication got me feeling like there's no more point in trying to make this work. Oh, can you blame me? Every time I dive in it, fuck around and damn near die in it. Swear on everything though I'm finished. We be having fights every 5 minutes. I be at your crib at like 5 p.m. I'ma get my shit, I'ma give you your things. I don't wanna talk to you, I just wanna be out. I ain't trying to hear shit that you talking about. Yeah, time's up, baby, I'm going. I'm cool with the fact that maybe I'm wrong. I can't do it anymore, I gotta choose me. I could tell you 埼玉初日になるよ。過去相対するけど。相対あ、平日だったっけ？始球式だな。あ、そう。始球式の告知が昨日かな、ストーリーに上がって、マリナーズで始球式させていただくことになりました。ついに MLB で。いや、その練習する時間があんまなくて、ちょっと今は正直焦ってるんですけど、なんとか感覚でやれたらまあ残ってたらいいけど、そう、J4 の故郷ですることになりました。前にイチローさんがいらっしゃったチームで背番号も51番に51番でお願いしたんで文字落とされて OK こんぐらいなのか。まあなんか髪色青色に見えるブルーバック。はい。ジェイクとのジェイクとの練習の成果出さないと。そうね。多分100キロは無理だから、まあせめて70、80ぐらい出たらなって。練習していかんとな。最近どうですか？調子は。最近そうどうですか？そうストライクだけに入ったらめっちゃいいんだけど。3人で投げない。多分1人ずつ、デジャブよかった。ありがとう。そう。韓国なおお。韓国か。皆さん聞きたい曲あったらコメントに書いてください。
今から塾やけん未来。塾か。今からこの時間からわお。頑張って。ファイティン。9時からバイト。新生活疲れた。なんか日本行ってみたらしてみたいことあって、日本のツアーが6月じゃないですか。なんか6月行って J1 と一緒にやりたいことがあるんですけど、なんか YouTube かどっかでガチャガチャ、絶対に開かないガチャガチャみたいな、絶対に開かない玉みたいな、知恵の輪みたいなのをやりたくて。でなんか韓国あんまそういうのないから、なんか日本に行ってガチャガチャしたいなってジェイヨンと話してました。何それ。なんか123段階みたいなレベルが分けてあって、それをなんかほどいていくみたいな。ガチャガチャ。知恵の輪久しぶりにやってみたい。簡単そうに見えるけど Vlog 撮ってんの OK。 ルービックキューブは一面だけ一面だけなら揃えられます。それ以上無理カムバイツ。もうちょっとだけ待って。1万円ガチャしてる。高っ。1万円のガチャなんてあるんだ。質問タイム。質問なんかあったら。2期練習。そう、練習してきて、練習今日しました。アメリカのツアーの。UFO キャッチャー得意。UFO キャッチャーはちょっとならできます。この前目覚ましの1階、フジテレビの1階になんかゲーセンみたいなのがあって、でみんなで目覚ましじゃなかったっけな、なんか違う M ステだったっけな、なんか休憩待機時間に1階に行って、これ出たかな、 Vlog 出てないかもだけど、1階にゲーセンがあって、そこでみんなでワンピースのフィギュアがあったんですね。それを誰が一番最初取れるかみたいなので競い合ってたんですけど、結局みんな取れてたんで、多分みんな他のメンバーもみんな UFO キャッチャー得意かなと。クレヨンしんちゃんです。しんちゃんか。そう、明日 J4 の1000円 J4 の誕生日です。
今日練習室でみんなで祝ってあげました。プレゼントは僕たちしないですよね。僕たちデビューの時したっけな。デビューの頃からお互い誕生日はまあ祝うけどプレゼントを交換はしないシステムだったんですね。なんかその多分めんどくさいかな。でもなんかそれが楽です、今になったら。祝うは祝うけど、なんかプレゼント交換みたいなのあんまりしてなかったから、デビューの時から。かな。看板の曲どんな感じ？ないでしょ。看板の曲どんな感じかな。最近寝不足。めっちゃわかる。同じです。僕も寝不足なんですけど、不眠症っていうかな、なんかなんかルーティーンが変わって、朝昼が変わったみたいな感じで、それで時差ボケじゃないですけど、なんか自分の中でルーティンが変わって、でもう最近朝の4時5時ぐらいにならないと眠くならないですよ。それがもうすっごい悩みで、最近やっぱここアメリカじゃないから、スケジュールも朝からある日もあるし、昼間からある日もあるんですけど、昼間から始まるスケジュールの時はもう朝5時とか4時に寝ても全然7時間ぐらいとか寝れるんで大丈夫なんですけど、朝8時起きとかになると結構きついんですよね。だから意地でも ASMR 聞きながら寝ようとしてるんですけど、解消できない。それが悩みなんですね、最近の。湯船なんかお風呂入ったら逆になんか目が覚めるっていう。最近プレステしてますよ。みんなのなんか悩み相談も聞きたいな。そう、ASMR 聞くんですよ、毎日。ほんと一日も欠かさず ASMR 聞きながら寝てます。ホットアイマスクつけてみんなのお悩み相談会にしよっかな、今日。お悩み相談会。最近太ったそっか。でもなんかやっぱりほぼ毎日練習してる僕たちも太る時たまにあるんで、やっぱ動くことが一番大事かなって思うんです。でも僕あんまり太らない体質なんで、顔に肉がつくことは多いけど、体とかには全く、逆に太りたいから最近は。なんか最近運動できてない、筋トレできてないんで、ちょっと増量までじゃないけど筋肉つけたいかなって。でもなんか筋肉つけたはつけたで踊りづらい長所短所があるんで、力はつくけどなんか速いディテールとかを逃すことが多いんで、その中間いいぐらいの体にしようかなって悩み中ですね、最近。前まではジョン・オニオンと一緒に運動してたんですけど、
体力ないのが悩みです。体力、そうね、体力か。体力はもう無理やりつけるしかないかな、体力。でもなんか体力か。ランニングマシーンとかをちょっと長めに走るとか、そんぐらいかな。本当に僕もなんか体力ないなって、そのパフォーマンスしながら思う時とかあったら、絶対ジムに行って、ハイブのジム行ってランニングマシン走ることがあるんで、ランニングマシンが一番手っ取り早いかなって思います。はい、次の質問。部活決まらないよ。部活か。個人的なおすすめだったら、部活はバスケ部おすすめするかな。バスケ部かバレー部か帰宅部おすすめします。僕はちなみに中学生の時バスケ部1ヶ月体力作りのために1ヶ月入って、でその後からは3ヶ月入って、その後からは帰宅部になりました。はい、帰宅部が一番すること多いし、ね、もし目的がないなら全然帰宅部でいいと思います。僕は韓国に何月から行くから、その時のためにバスケ部でちょっと体力作りするっていう目標があったんで、韓国行く前の何ヶ月間かはバスケ部にいました。で、こういう目標がないんだったら別に入らなくて、別にわざわざお金払ってまで入る必要ないかなと思います。個人的には。でも楽しいからな、部活。朝練とかめっちゃ良かった思い出があります。クラスで気になる人できちゃってどうしよう。クラスで気になる人できた？それはもうアタックするしかない。頑張って。髪切った。ちょっとだけね。髪色を黒にしたはずなのにまだブルーブロックや。妹が自分に自信がなくてネガティブになりがちなんて言って、自信がなくて、なんて言ってあげればいい？そっとしてあげるそっとしてあげるが一番いいかな。多分自信がない時って多分誰にでもあると思う。誰にでもあるじゃないですか。でもそういう時って多分誰かの言葉聞きたいんじゃなくて、多分自分でどうするかを整理中だと思うんですよね、僕は。だからなんか言ってあげるよりかは、そっとしてあげて、ちょっとでも変化があったらそれを褒めてあげるみたいな。
高校でお友達を作る方。でも高校行ったことないからな。高校行かんかったかな。でも中学校の時とかは友達作る方。自分から話しかけに行くとか、その自分と相性が合いそうな人に声をかけるかとか。でも男は結構たまに同じゲームしてる子とかいたらそういう話題で盛り上がったりするから、女の子もメイクとかそういう好きな K-POP グループとか好きなアイドルとかで友達作りやすいんじゃないかな、そっちの方が話題作って。次。エナップ好きなことを友達になって、そういうやり方でつながっていくのが一番早いんじゃないかな。韓国語の勉強何してた？いやでも最初練習生の時は3ヶ月行き来したのね。3ヶ月練習して3日日本帰ってきて、でまた3ヶ月行ってっていう繰り返しあったんで、なんか授業中にも後ろの席だったんですよね、僕で。それで後ろの席でもずっと教科書立てながら中でこの内側で韓国語の単語とか勉強してました。あとは韓国人の友達と付き合うとか、付き合うっていうのは恋人同士じゃなくて仲良くなるかな。やっぱりなんか一人で塾通うのも基本は頭に入るけど、やっぱり日常生活で使えることはやっぱり、ネイティブな喋り方にしたかったので僕は。だからアイランドに入ってからはもうアイランドに入ってから多分めっちゃ伸びたから、そうだね、韓国語を使うこと仲良くなるかな。それかドラマとかいっぱい見るとか。でも今になって気づくことは、歌の歌詞で覚えた方が手っ取り早いかなって思います。だから今から韓国語を勉強する子たちは韓国語の歌詞で単語とか文法とか覚えるかな。次の質問。一人暮らしするかどうか迷ってる。一人暮らしか。一人暮らしでも多分しな。一人暮らししな。した方がいい。なんか僕たちもいつかは多分みんな一人暮らしするから、個人的にはなんか部屋をおしゃれにしたいみたいなあれはあるんですけど、欲はあるんですけど、そういうのしかないかな。なんかでもメンバーがいることによって楽しいこととかいっぱいあるけど、なんか一人で自分のスペースをおしゃれにしたいみたいな欲はあります。インテリアとか結構興味あるんで、なんか家に帰ったらリラックスできる空間を作りたいっていう欲はありますね。なんでそういう意味だったら全然独立した方がいいんじゃないかな。なんかする、なんていうんやろ、メリットもあるんじゃないかなって思います。いいな、
一人暮らし。うん。好きな人できない。好きな人できない。無理やりでも作る必要ないかなと思うけど。好きな人は恋愛踏んでいいと思います。苦手なジャンルのダンスある。苦手なジャンルのダンス。苦手なダンスのジャンルは、でも、なんかあんまり、メンバー内だったら結構、ガールズグループの TikTok とかチャレンジ撮ることが多いんですけど、結構、なんか苦戦はします。なんか、やっぱり、ボーイグループとガールズグループはやっぱりなんかその系統が違うんで、なんか普段あんまり使ったことないあの体の使い方とか結構そのチャレンジすることが多いんで、結構時間はかかりますかね、はい、あとはもうフィーリングでうんそうかな、可愛い系かも。大学受験つらいやめたい。受験か。受験きつそう。受験、勉強が一番不得意なんで、本当に自分はできないジャンルの一つだからめっちゃ尊敬します。なんか頭いい人とか見ると頑張って受験。ローラースケート、綾野クラあれね、マジで体使うスポーツはほとんど全部多分得意なんですけど、ローラースケートだけは無理かな。スケートとかフィギュアスケートとか。日本の曲で J-POP でおすすめあったら教えてください。今かけるんで。ソランジ、この前もかけたけど、もう一回。思うようにダンスが踊れなくて落ち込んでいる時に何してる？
海外のダンサーの方の動画見たりして、ちょっと自分のスタイルじゃなくてその人の踊り方に寄せたりとかはしますね。でモニタリングはするんですけど、そういう時とかにあんまり納得いかない時とかはそうしてます。なんか前の日本語ライブした時に他のメンバーの名字を名前を日本語に変えてみるみたいな、そういうやつしたんですけど、思ったよりみんなの反応が良くて会社から褒められました会社から褒められました。ありがとうございます。サカト誰だったっけ？サカトって誰にしたっけな。サカト今日名字行く？今日その音がサカトだったっけ？オッケー、名字か。名字名字を誰から行く？年順から行く？ヒスヨンから？ヒスヨンはヒスヨンは桐谷翔みたいな次はジェヨン。ジェヨンなんかちょっとハーフっぽい名前にしたいな。ジェヨンがショーだったっけ？名前忘れた。適当に言います。ジェヨンはハリー坂田みたいなハーフっぽい名前。ハリー坂田。次はあれ切れた。ジェヨンのせいでスピーカーが切れました。ハリー坂田でみんなハーフっぽい名前にしようかな。じゃあ次はあれもうジェヨンのせいでスピーカー切れたし。いけた。OK、次。次はジェイクヨンか。ジェイクヨンはジェイクヨンは
ジェイクヨンはジェイクヨンは赤坂シュートみたいな名前が似合う気がする。赤坂シュート。東京の赤坂、赤に坂シュートで、かっこいい。赤坂シュート。次、サオニョ。栗山作人ね。栗山正史。正史か。栗山正史。栗山。その4は、ジョージュニアみたいな。ジョージュニア。ジョージュニアみたいな。ちょっとハーフっぽい名前。ジョーニョンは、ハリー木村。いい感じ。ハリー木村。みんなハーフっぽい名前で。ジュニアはジュニア。そう、ハニーじゃねえ、ハリー。こんな感じかな。時期ごとに名前変えていきます。メンバーの名前は日本語。韓国でいうキムテクな。そう。OK。日本語できるライブなんか。切りすぎたかな。OK。エノクラ見るか。ちょっと待って。エノクラ。なんか恋愛君の面白集みたいなの見ようかな。恋愛君。ウッキンニョンさん。ウッキンニョンさん。わ、懐かしい。3年前にあげてくださった。
패션 선도자 제이형으로서 이게 색감 있다 어떠신지 한번 말해주세요. 아, 네, 그럼. 아니야. 이거 여기다가 소독제 발라요. 뭔가 냄새 나는. 왜? 나 아. 다음은 잠깐 안돼 안돼 나 클났어 와 재밌으시네. 망했어 안돼 망했어 뭐야 왜 이렇게 잘해 되게 빨라 여러분 그러면은 지금까지 엄청나게 짧게 돌아온 엔하이픈의 브이라이브였습니다. 지금까지 정말 봐주셔서 감사했습니다. 마지막으로 인사 한번 드리고 끝내겠습니다. 다음에는 더 길게 생각해요. 자, 원, 투, 네! 안녕하세요. 이게 아니잖아. 왜 안녕하세요. 안녕히 가세요. 아, 지금까지 지금까지 엔하이픈이었습니다. 감사합니다. 오케이. 원, 투, 커넥! 지금까지 엔하이픈이었습니다. 여기 산 너무 이쁘네 뭐가 이쁘다고요? 비가 오나? 뒤에 뭐가 있지? 뭐가 있어요? 지금 신발 잘 산 것 같아요. 오해 벌레 지금 신발 잘 산 것 같아요. 오해 벌레 이거 네, 일단 저는 그래가지고 갑자기 그 이거 원래 겨드랑이 속에서 나와요. 아, 그래? 손에. 일단 저는 제주도에 온다가 나는 진짜 인생에 엄마 아빠가 같이 사는 사람. 저랑 같이 살자. 엄마 말고 처음에 인생이 아 그렇네. 아이랜드. 진짜야? 아 그렇네. 야 조용히 Get out! 웃지 말라고! 눈을 좀 가려. 아懐かしいめっちゃ昔でも3年前とかあケーキ落とすわケーキ落とす 이게 레전드. 와 이거 뭔가 처음 물 있어요 물 懐かしい 니끼. 저 뭔가 지금 인상이
자, 제2의 애교. 애교해야 돼요. 웃기면 안 돼요. 지금 웃기면 안 애교 된다니까요. 한번 보자. 나 얘기하고 있는 거야. 가자. 오케이, 시작. 아잉. 이제 할 거 없다, 재현. 저죠. 다음. 오케이. 시작. 아잉. 뭐해? 귀엽네 아주. 저게 뭐야? 울거 좋다. 역시 엔하이픈에서 애교는 2승이지. 희승이 이 둘이. 가위바위보. 여기서 볼래. 진짜. 여기는 약간 비즈니스석이네. 여기 진짜 레전드다. 자기는 너무 비싸요. 아니 약간 하트 저 셔츠도 웃겨. 누가 시작 좀 해줘. 시작. 진짜 너무 싫어. 왜 이렇게 잘 참아? 시작. 볼일 보는 거 아니야? 진짜 뭐 하는 거야? 아니 진짜 생각나는 게 없었는데. 시작. 이제 웃기게 돼. 오케이 웃음 참기로 좋아. 아니야. 애교로 웃기게. 애교로. 시작. 이건 애교. 아니 여기 이분이 제일 세요. 먹었어요. 사실 생활 게임이 아니라 웃음 참기 게임. 너무 심할게요. 무슨 유령이야. 사랑해요. 대답을 해주세요. 니키 너무 못하는데. 사랑해. 사랑한다니까. 오므로. 오케이. 懐かしいな。昔の映像懐かしい。みんなで牛乳口に含んで吐かないゲームみたいなやってみたい。みんなで一番最初に脱落しそう。
じで久しぶりに日本語ライブしてみました。マジでみんな元気だったな。昔のみんな今と違ってみんな元気や。はい、次は多分来月はアメリカンツアーでちょっと忙しいと思うんで、まあできる時に日本語のライブできたらいいかなって思います。また近々忙しくない時にできたらまたすぐ来るんで、今日もともとその告知する予定だったんですけど忘れちゃって日本語ライブするよっていう告知忘れちゃって、その多分知らなかった園児の皆さん、園児の方が結構多いと思うんですけど、次は告知していつするよみたいな、告知してからするようにするんで、次するときは前もって教えます。はい、多分来月はできるかなって思うかもそのアメリカのツアーで時間がもしなかったら再来月とか、まあ来月もライブはできたらなと思うんで、ライブするときに日本語でもちょっとします。はい、あと来月ね、青門も出るんで皆さん期待してください。めっちゃかっこよく出ると思うんで、はい、じゃあ今日は相談会だったんで、次はもし見たいなんかコンテンツっていうか、ね、してほしいことあったら今教えてもらってもいいですか今教えてもらってもいいですか次なんか日本語ライブの時にできることがあったら、次もっぱん、なんか人前で食べるの結構苦手カメラの前でなんで、もっぱん結構好きな人多いんですよ。オッケー、分かった次ジェヨンと一緒に日本語ライブします。久しぶりにホテルの時が多分最後だったと思うんで、久しぶりに次日本語ライブするときはジェヨンと一緒にしたいと思います。本人の許可得ずもう次するってここで断言するんで、はい、絶対次はジェヨン連れてきますハリー坂田と一緒にコラボしたいと思います。はい、じゃあ今日はここまで。でも思ったより今遅い時間、結構夜中9時ぐらい、もうちょっとで9時なんで、皆さんなるべく早く寝るように。おやすみなさい。じゃあよー。おやすみ。